こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になります。この WPL ジャパンですね、結構いろんなタイヤがあって、あとホイールもですね、このタイヤとホイール、こちらについて今回ですね、ご紹介させていただこうと思います。でまず最初に大前提というか、時々お問い合わせもいただくんですが、この D12 ですね、この軽トラック、この D12 のタイヤっていうのがこちらになるんですけど、これだけもうこの D12 専用になります。もうこのタイヤとホイールについてはもうこの組み合わせのみという形になりますので、その点だけご注意ください。一応ハブのサイズ、これ外すと中に六角形のやつがあると思うんですけど、そこのサイズはこの C シリーズのタイヤと共通なんで、一応付け替えたりっていうのはできるんですけど、かなりカスタムしていじっていくような状況でないとそういうことはないと思うので、基本的にオフィシャルでのご案内っていう形でいくと、もうこの D12 には D12 の専用のホイールとタイヤ、これを使ってくださいっていう形になります。で C シリーズですね、例えばこの C14、 あとは C24、あと24の1っていうのもあるんですけど、でこの C34 ですね、いわゆるこの C シリーズっていうのはそれぞれ基本的に全部タイヤとホイールが互換性があるという形になりますので、これもですね時々お問い合わせをいただくんですが、全て付け替えたり、組み合わせを変えたりっていうことが可能ですという形になります。じゃあどんなのがあるのっていうところなんですけど、まずホイールからいきましょうか。 C シリーズに使えるホイール、外しちゃおうかな。これですね。これがまずちょっと見えづらいかな、白見えづらいですね。映ってるかな。これが V1 っていうホイールになります。この V1 のホイールに関しては、例えばこの C14 ですね、 C14 だったり C24、 これの RTR モデルを購入された方は最初からついてくるホイールですよね。これが V1 で、ホイールは2種類、ごめんなさい、3種類か、3種類なんですけど、もう一つがこれですね、この V2 っていうホイール、これ黒だけなんですけど、これが V2 で V1 はいろんな色があってですね、一応色の種類はこれだけあります。最初から付属してるこの白と、あとはこれスペアパーツとして公式サイトでも販売はしてるんですけれども、外装のカスタムですね、色を塗られるような方はその塗る色に対してホイールって結構走らせると削れちゃうじゃないですか。で削れてちょっと見えてきちゃった時に、白だとちょっとまずいなっていう色に塗られるような場合はこういうホイールも一応あるので、こういうのを使っていただくといいかもしれないですね。はい、じゃあ続きいきますね。これが V1、 これが V2 のホイールですと。であとは V4 ホイール、 V4 のホイールっていうのがありまして、これちょっと特殊なんですけど、これですね、これはですね、今のところホイールとタイヤ、あとはインナースポンジっていうのが全てセットで販売されてまして、そのセット販売のみになりますので、ご注意ください。ただ他のホイールやタイヤと互換性はありますので、組み替えることはできますという形になります。ちょっとバラしてみますね。こんな風に中にですねインナースポンジがこう入るような形になってるんですね。でこれを中に入れてホイールを組むんですけど、このインナースポンジを必ず入れないとダメっていうものではないので、セッティングの範疇っていう感じですね。で、ちょっとご注意いただきたいのは、このインナースポンジとホイールウェイトは併用できませんので、見ればわかるよって感じかもしれないですけど、すいません、一応お伝えさせていただくと、このホイールウェイトっていうのがあるんですけど、これをですねこのホイールにつけて、ここの穴開いてるところで止めるんですけど、こちらをつけてさらにスポンジをつけるっていうのは物理的にできないので併用はできませんという形になります。
今せっかくホイールウェイト出てきたんで、まあそれぞれつけれますよっていうところで、この V2 のホイールにももちろん取り付けが可能です。こんな感じで。で、もちろん V1 にも取り付けができますという形になります。はい、まず以上が C シリーズに使えるホイールの種類ですね。V1、これはいろんな色があります。で、これは V2、これは黒だけですと。で、V4、これも黒だけです。一応デザインとしてはこんな感じ。あともちろん、これホイールですね。色を塗ることによって結構いろいろアレンジはできるので、ご参考までに今回せっかくちょっと塗ってあるやつもあるので、例えばこれ V1 ホイールですけど、これを塗ると、こんな風にできたりとか、で、同じ V1 でも、ちょうどここに置いてあるこれ同じなんですけど、ちょっとこうサビサビ風みたいな感じで塗ってあるんですけど、こんな風に結構ガラッと雰囲気は変わりますよね。あと、この V3 ホイールも、もともとはこの黒なんですけど、この黒を例えばこう白く塗ると、またこれも結構雰囲気がガラッと変わったりしますので、こういうカスタム、ペイントカスタムっていうのもおすすめかなと思います。もしよければですね、ぜひ試してみていただけると面白いかなと思います。あと車体に関しても、例えば C34 って最初はこれがついてるじゃないですか。この V3 のホイールとタイヤがついてると思うんですけど、これは径が結構違いますよね。タイヤの径が結構違うんですけど、ちょっと見るとこんな感じですかね。こんな感じで結構違うんですけど、これを履き替えて、例えばこの V1 のホイールに、これはたまたま V1 のタイヤを組み合わせているような形ですけど、この V3 だけ径が大きいので、これをあえてちょっと径を落として履き替えてあげると、またちょっとこう雰囲気が変わったりとかっていうのも面白いかなと思います。あとすみません、ちょっとホイールもう一個ありますね。オフセットに関してなんですけど、これはその初心者の方で別に細かいことは気にしませんという方はすいません、どうでもいいといえばどうでもいい情報になっちゃうかもしれないですけど、ちょっと簡単にご説明だけちょっとしておくと、この V1 だけオフセットっていうのがちょっと狭くなります。小さいって言えばいいのかな。で、オフセットって何かっていうと、この車体にタイヤをこうつけるじゃないですか。で、このつけた時にどれぐらい出るか、どれぐらい引っ込むかっていう、同じ場所につけたとしても、こうホイールの出具合っていうんですかね。で、これでこのトレッド幅っていうのが変わるんですけど、この V1 だけちょっと狭いです。で、この V3 とこの V4、これはちょっと広いです。で、この V3 と V4 はもう一緒って感じですね。出具合は一緒です。で、じゃあ実際どれぐらい違うかっていうと、片側で2ミリぐらい変わります。片側で2ミリぐらい。で、なので両側だと結構変わりますよね。4ミリぐらい変わるので、これが一応ホイールによるオフセットの違いっていうのは実はちょっとあるっていうのがあります。で、これ何が変わるのっていうと、一応これもやっぱりある意味セッティングの範疇の話になるのかなと思うんですけど、もちろん大前提としてはもう好きなホイールつけとけばいいですよ。すいません、これ僕の個人的な意見になっちゃいますけど、正直この WPL の RC カーでそこまでこうトレッド幅が数ミリ変わったっていうところで、そこまでもちろんこだわる方は変わってくるっていうのはあるかもしれないですけど、僕個人的には好きなデザインのホイールで選んでいただければいいんじゃないかなと思います。ただやっぱり横幅がちょっと広くなる方が横転しにくくなりますよみたいなところあったりするんですけどね。一応そういったところで一応これだけちょっとこの V1 だけちょっとトレッドが若干ですけどね、若干狭くなるんだなっていうのだけ知っておいていただくといいかなと思いまして、ちょっとお伝えさせていただきました。はい。で、あとはこのタイヤの結構これは気になる方多いんじゃないかなと思うんですけど、
タイヤのこのシリコンの柔らかさですよね。このゴムがこう柔らかいか硬いかっていうところが結構気になる方いるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそれをご説明させていただきます。まずですね、大きく分けてこの WPL のタイヤっていうのはハードとソフトがあります。で、ちょっと順番に行くと、これタイヤですね。タイヤの V1。この V1 っていうタイヤ、ちょっとホイールがあると分かりにくいかもしれないんで、外しちゃいますけど、まず、この V1 にはハードとソフトがあります。ちょっと見た目一緒なんで、この画面では全然分かんないと思うんですけど、これが V1 のハード。で、これが V1 のソフトなんですよ。で、もちろん見た目は一緒なんですけど、こうやってやると分かりますかね。もう、このソフトの方は、こう、両側からこう押さえ込んでいくと、もう明らかに早く潰れますよね。こんな感じで。これがソフトなんですね。で、実際触ってみた感じも、もう圧倒的に柔らかいです。こっちがこう結構硬めで、こっちもうプリプリって感じ。ちょっとこうプリプリしてプルプルして、なんかそんな感じですちょっといい例えがないんですけど、はい、でもちろんこの柔らかい方が歪みは大きくなるんですけど、走らせる場所によってはやっぱりこっちの方がいいっていうのがあります。で、続いて V3 もハードとソフトがあります。これハードです。これハードで、これソフトです。で、やっぱり見た目一緒なんですよね。見た目一緒なんですけど、やっぱりこのハードとソフトでこう押してあげると、もうハードは全然潰れないのに、ソフトはくにゃっといきますよね。こんな感じで、今ご紹介したこの V1 と V3、この2つはハードとソフトがあるんですけど、これ以外のタイヤ、これ以外って言ってもあと2種類ですけどね、はソフトのみの設定になってます。この V2、この V2 とこの V4、この V2 と V4、これはソフトのみの設定になっていますので、実際うちのサイトの方でご購入される時にもちゃんとソフトとハードって表記はありますけど、逆に言うとソフトしかないっていう感じにはなるんですね。なので、これのハードありませんかっていうと、すいません、ないですっていうのがこの2つです。ただ正直ほとんどの方がソフトを選ばれると思うので問題はないと思うんですけどね。やっぱりこの WPL って基本いわゆるロッククローリングみたいな感じで、あとクロスカントリーみたいな感じでビュンビュンスピード出して走るっていうよりかは、ちょっとこうゆっくりのスピードでこういろんなとこを登らせるっていうような使い方、遊び方をされる方が多いと思いますので、やっぱりそういった場合にはもう断然ソフトタイヤの方がやっぱり向いてますので、個人的にもそうなんですけど、何かタイヤ変えてみようかなっていう方はぜひ、ノーマルはやっぱりハードがついてるんですけど、こう新しく、違うタイヤ使ってみようかなっていう場合にはぜひソフトタイヤを試していただくといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回ですね、 WPL ジャパンのこのホイールだったりタイヤだったりについていくつか種類があったので、そちらについてですねご紹介させていただきました。で、D12 に関してはタイヤ、ホイールそれぞれも1種類ずつなんで、ほぼ C シリーズですね。この C シリーズ向けのタイヤ、ホイールの解説って感じになっちゃったかなと思うんですけれども、あとはですね、また別の動画でこのホイールウェイト、これも相当おすすめのカスタムになるので、これについてはまた別の動画でご紹介させていただきます。あとはもう一つ、このソフトタイヤですね、実際に走行して使われるっていう場合には接着、瞬間接着剤で接着するんですけれども、それが必須になりますので、そちらについてもちょっとまたいろいろ細かい注意点とか
この方がこうした方がいいですよとかっていうのがいくつかあるので、またそれはそれでまた別の動画として作ってまたアップしたいなと思ってますのでお願いします。すいません。あと今回の動画もやっぱり説明の漏れだったりとか、もうちょっとこういうところが知りたいよだったりとかあるかもしれないので、ご質問いただければまたそちらにお答えするような形で動画の方もですね、新たに作らせていただければというふうにも思いますのでお願いします。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。